こんちは。4G を自由にプレイ、パート3です。今回は、ギルクエ140ラを体験で真面目に勝っていこうと思うよ。武器は1728スムラの爆破ムントですね。スキルも火力もりもりです。ただ、普通に狩るだけじゃ面白くないから、目標タイムを設けたいと思う。普段何も考えずにプレイするときは、10分ちょっとで終わることが多いですね。せめて10分は切りたいところです。もうちょい背伸びして、目標9分以内にしたいと思う。DA とかと比べちゃうと早いタイムではないが。もう、つまり8分台以内ですか。ゴール体験とはいえ、割と高い目標だと思いますよ。いつもは交流石を進撃と対象にしているのもあるから、合心にして火力全振りでいくよ。では、気合い入れていきましょう。よっしゃ、やったるぞ。あ、間違えて続撃持ってきちゃった。何やってんすか。テンポ悪いですね。改めて、ちゃんと合心に変えてきたぞ。ここからは真面目にお願いしますよ。軽くですが、タイムアタックするわけですから。高専の経験はかなり豊富だから、ガチれば自分でも8分台はいけると思ってるけど、身近な相手だからこそドキドキするな。さて、初期位置は少し遠めですね。やや条件としては悪いか。ともあれ、まずは石ころスタートだな。あれ ?2 連続で外してましたけど、投擲能力どうなってんすか。おい、嘘だよな。幸先悪すぎるぞ。馬ぶって合心解いちゃってるから、ロスってる余裕ないんだって。まあ、まだ猶予はあります。解除最優先でいきますよ。お、岩掘りいいね。デンプシーだったら発狂してたぞ。デンプシー一発でいちいち発狂してたら身が持ちませんよ。タイムがかかってるからいつもより敏感になるのはわかりますが。よしよし、また岩掘りしてくれてる。そろそろ石切れちゃうから助かるぜ。今、ダメさんが3回入ってるので、あと1発くらいで解除できそうですよ。ほら。よし、狙い通り解除できた。このまま畳みかけるぞ。追撃は遅れましたね。あ、ここで石が切れましたか。結構ギリギリなんですね。ソロになってからは石同時に使うことないからね。ラーの行動次第では解除できないんだよね。そもそも対処使ってますからね。石の長さで苦労したことなかったです。さすがにマルチ時代は合心で固定でしたが。マルチは合心以外を持っていったら、入室直後に蹴られても文句言えないからね。一部、続撃つけることはあったが、対象はさすがにつける勇気なかったな。その分、解除できなかった時地獄ですけどね。ラージャン以外ではしばしば下ることもありました。まあ、大抵は上手い人ばっかりなので、サクサクと解除できてましたけど。我々が潜ってたの9割が右ラー部屋だしな。石の効果時間で苦労した記憶は少ない。で、戦闘の方はいかがですか。ラーの行動はさほど悪くないように見えますが。プレイの質、ラージャンの行動運。今のところはまあまあって感じかな。まだ点灯取れてないのが少し不安だが、この後に期待だ。最初の1、2発、頭に入ってたかもですね。ダメージは頭の方が取れるんですが。点灯が入る方が攻撃チャンス自体増えるので、なるべく腕だけ狙っていきたいところです。今角が壊れたってことは、やっぱり頭に攻撃入ってたんだね。岩掘りの後好き、たまに腕外しちゃうんだよな。ダメのタイミングは割とつかめるんですけどね、細かい調整が難しいです。ただ、今前足で点灯取れましたので、以後はループできるはずです。あとは相手の行動と、イージーミスをしないことだな。やっぱり、タイムがかかってるとひりつくわ。普段から完璧求めてないからな。ソロだと安定して周回すること重視してますもんね。多少のダメージより安全性を取る立ち回りをしてます。そのため TA 勢みたいなキレッキレのプレイにはどうしても近づけないんですよね。だからこそ TA って尊いものなんだけどな。4G じゃないけど TA の真似事はしたことあるから、その苦労はわかるつもりだよ。軽く数百テイクは当たり前ですからね。走ってる期間はそれだけに集中しないといけないし。その先に待ってるのはたった数分間の OK テイク1回。波の精神力では務まりません。そうこうしてたら最極限だぞ。できれば石1個で解除したいな。最極を攻撃1個で解除は結構噛み合わないと難しいですね。とはいえ今回は攻めないといけませんからチャレンジしてみましょう。投機効果時のローリングだな。これは尻尾狙いになるから慎重に。ダメ始めの位置やよし、集中できてますよ。そのままビームか。
お祈りで貯めてみよう。お、壁に押されて当たった。これはラッキー。流れが来てますね。これは攻撃だけで解除できるかも。次も狙いやすい行動来い。おお、またローリングです。硬化してないから転倒させられますね。いいラージャンだね君。投稿者に優しいモンスターは好きだよ。この企画、我々の実力的に難易度はそれなりだけど、あんまりテイク数かさむと困るからな。チャレンジと言いつつ、心のどこかでこのくらいのタイムなら出せるだろうと考えてますからね。お、解除いけました。マジで石1個で済みましたよ。めっちゃいいペースだね。ぜひ、これを OK テイクにしたい。しれっと解除ダウンに外したのはこの際いいでしょう。その代わり、後ろ足一発でダウンですね。先ほどの蓄積が効いたようです。効果時の後ろ足はかなり柔らかいから、思わぬところでダウン奪えることがあるね。この剣の場合は爆破の発生もあるからね。隙あれば狙っていくのがいい。今のは爆破のおかげでダウンにつながりましたね。やはり極限と爆破は相性がいいです。性質は似ているものの、毒ではこうはいきません。爆破が相性いいというより、毒が相性悪すぎるという話もあるけどね。我々は運よく爆破を手に入れられたんだ。その恩恵を目いっぱい享受していこう。さあ、左上の時計を見ると5分針になってますね。そろそろエリア移動しそうです。最極限解除から1分経ってるので、移動したらそのまま最々極に移りそうですね。そうだね。このエリアでなるべく削っておきたいところだ。あ、移動来たか。最極解除後のペースとしてはいい感じでしょう。では、トイレから急いで追いかけましょう。よし、後半戦だ。次の極限は防げないが、早めに解除したいところだ。次は、さすがに石1個では不可能ですね。5、芯で解除しきれるでしょうか。クールタイム的に、交互に使ったとしても効果がない時間ができてしまいます。そうだね。実質、石2個で解除しきれないと、ほぼこのテイクは失敗だな。あと、このエリアで気になるのは柱ですね。柱の裏側に行かれると非常に窮屈になります。深追いしてダメージ食らったら仕方ないしね。慌てずに広い方に誘導しながら戦おう。で、最々極限が来たな。ここからミスりませんように。まずは石を研ぐ時間をもらいました。第1段階クリアです。たまにボディープレス連打されて、石すら研げないことあるからね。ここまで来てやられたら発狂者だよ。今回の企画、発狂するポイントが多くて大変ですね。あ、ビームです。効果中なので、銅を狙いますか。これ、かなり神経使うんだよな。少しでも角度が甘いと弾かれちゃうし。攻撃タイミングも重要だからね。ビーム中、腹が伸びてるところを狙いたい。慣れないうちは、銅にバットを一発だけ入れるのが安全でおすすめですね。あ、怒り解けてる。効果も解除されるから、これはありがたい。にしても、極限日光は真っ黒ですね。このエリアの日当たりも悪いので、余計暗く見えます。これはこれで、やばいやつ感出てるよね。怒り時のビジュアルもすごいけどさ。もうさすがにやりすぎて見慣れたけど、初見のインパクトはすごかったよね。MH4 時代、ラージャンは恐竜化すらしなかったですからね。G 級作品で恐竜化までは予想できましたが、まさかその先があるとは思いませんでした。極限化したところで結局狩られまくる運命だったわけだが。さあ、攻撃が切れたね。この進撃で絶対解除したい。ラージャンの行動が重要ですが、ボディープレスとデンプシーはやめてほしいです。ラージャン君話聞いてたかな？それやめろって言ってんの。そうそう、そうやってローリングだけしてりゃいいのよ。効果も切れてるのでダウンが取れますね。今のところいい展開ですよ。よしいいぞ。この追撃で解除できたりしないかな。さすがにまだか。解除近いと思うんだけど。お、でもローリングしてくれましたよ。ここを外さないようにしましょう。よし、立ち位置は完璧。オッケー、余裕を持って解除できた。このまま押し切るぞ。少しディレイをかけて復帰直後に当たるよう調整します。タイミング完璧ですね。次でどうか。よっしゃ、クリアだ。8分台いったぞ。タイムは8分49秒でした。詰められるところはありましたが、上々の結果です。ただのラージャン一頭なのに満足感がすごい。たまにはガチでやるのもいいな。では、一応報酬も見てみましょうか。おお、紫が3本。かすりもしないな。
本来の目的は達成ですから、報酬はいいでしょう。というわけで、ラージャンと真面目に戦う回でした。ゴール武器を使って8分台は別に驚くほどのタイムではないのですが、我々的には満足できる結果になりましたね。普段使いしようとは思えないが、たまにゴウシン使ってやるのもいいね。長いことタイム度外視でやってたから、すごくいい刺激になったよ。全盛期ほどかはわかりませんが、動画投稿を続けて腕も多少上がったかもですね。さて、それじゃ今回はこれで締めようか。ほいじゃ、次の動画で。またね。